コードレビューで嫌がらせされたから半年間の修正履歴で完全論破した結果、お前のコードは欠陥だらけだな。君のバグ23件直してたけど。中堅ウェブ企業で働く26歳のバックエンドエンジニア。イッチ、入社3年目の彼を悩ませていたのは、コードレビューで嫌がらせをしてくる先輩の存在だった。俺は Ruby on Rails で開発を担当している。入社3年目で一通りの実装はこなせるようになった。でも一つだけ大きな問題があった。それは35歳の先輩エンジニアだ。俺はこのプロダクトの品質を守ってるんだ。お前らのコードは俺がチェックしないと危なくて本番に出せないからな。この先輩は自称シニアエンジニア。実際は年功序列で昇格しただけなんだけどね。この先輩のコードレビューが地獄なんだ。コードレビューって大事だけどな。何が問題なの？それがね、とにかく細かすぎるんだよ。プルリクエストを出しました。新しい決済機能の実装だ。テストも書いたし、動作確認も完璧だ。先輩からレビューコメントが来た。この変数名分かりにくいな。ペイメントデータじゃなくてペイメントインフォメーションにしろ。そんなの本質的な違いないじゃん。あとこのインデントスペースが2個足りないぞ。いや、それ自動フォーマッターで整形されてるんですけど。それとこのコメント英語で書け。うちは将来的にグローバル展開するかもしれないからな。そんな計画聞いたこともないんだけど。あとこのメソッド名も気に入らないな。プロセスペイメントじゃなくてハンドルペイメントプロセッシングにしろ。長すぎるだろそれ。直したら再レビュー依頼出世。こんなコードじゃ本番に出せないからな。これはひどい。上げ足取りじゃん。本質的な指摘ゼロで草。仕方なく全部修正した。でも2時間後また却下された。このロジックもっとシンプルにできるだろ。if 文が多すぎる。早期リターンを使え。それ最初のバージョンでやってたよ。お前が分かりにくいって言ったから変えたんだろうが、まあ言っても無駄だから黙って直したけど、結局一つのプルリクで5回も却下された。本来1日で終わる作業が1週間かかった。これは無能。生産性を下げてるだけじゃん。リリースが遅れたことで上司から呼び出された。なんで納期に間に合わないんだ。先輩のコードレビューで何度も却下されて。コードレビューは品質管理に必要だ。指摘されるってことはコードの質が低いんだろ。もっとスキルアップしろ。上司も先輩の味方だった。というかみんな先輩を恐れてた。これは理不尽。一致かわいそう。同僚にも相談してみた。ああ、わかるよ。俺も先輩のレビューで何度も心折れたし、でもあの人には逆らえないよ。シニアエンジニアだし、社内の発言力も強いから。チーム全体が先輩の顔色を伺う状態だった。本当にこの人は優秀なのか、そんな疑問を持ち始めていた。深夜、本番環境でバグを発見した。ユーザーから決済エラーの報告があったんだ。調べてみるとヌルチェックが抜けてた。このコード誰が書いたんだ。Git 履歴を見ると先輩の名前があった。3ヶ月前に実装されたコードだ。先輩のコード品質を守ってるんじゃなかったのか。とりあえず修正した。でも気になって他のコードも見てみた。すると驚いた。先輩のコードバグだらけじゃないか。エラーハンドリングがない箇所がいくつもある。 SQL インジェクションの脆弱性もある。メモリリークしそうなコードもある。これ俺が指摘したらなんて言われてたレベルのバグだぞ。うわ、ブーメランじゃん。人のこと言えないレベル。翌日先輩に報告した。先輩、昨日本番で決済エラーがあったので修正しました。ああ、そう。ヌルチェックが抜けてたみたいです。お前がレビューで見逃したんじゃないのか。いや、これ3ヶ月前のコードで先輩が実装したコードですけど。どうせ誰かがその後修正して壊したんだろ。俺のコードは完璧だからな。いや、Git 履歴見たけど最初から抜けてましたよ。細かいことをぐちぐち言うな。それよりお前のプルリクまだレビューしてないからな。完全に話をすり替えられた。これはひどい。自分のバグを認めないのか。その日から俺は決めた。先輩のバグを見つけたら
こっそり修正しよう。でもすべての修正記録はしっかり残す。いつか役に立つかもしれない。おう、証拠集めか。いいぞ一致。俺は先輩のバグを見つけては修正した。修正するたびに Git でコミットした。コミットメッセージには Fix Bug in Payment Module とか書いた。ジラにもチケットを作った。本番環境でバグ発見、緊急対応みたいな感じでスラックでも報告した。でも先輩は全部無視してた。スタンプすら押さない。半年間で23件のバグを修正した。全部先輩が実装したコードのバグだ。23件多すぎだろ。でも一方で俺のコードレビューは相変わらずだった。この変数名また分かりにくいな。何度言ったら分かるんだ。お前のコードよりマシだよと心の中で思いながら黙って修正した。いつかこの記録が役に立つ日が来る、そう信じて耐え続けた。一致偉い。その日は近いぞ。深夜0時、携帯が鳴った。上司からだ。おい、今すぐ会社に来てくれ。決済システムが完全に止まってる。決済システムが。急いで会社に向かった。オフィスには上司と先輩がいた。夜10時から決済が全部エラーになってる。もう3時間も止まってる。損失は3000万円を超えるぞ。3000万円やばすぎる。すぐに調査を開始した。ログを見るとヌルポインターエクセプションが出てる。決済処理の途中でヌルチェックが抜けてる。Git の履歴を確認した。先輩が2ヶ月前に実装したコードだった。しかも俺が1ヶ月前のコードレビューで指摘してたバグだ。先輩がお前は分かってないって却下したやつだ。でも俺のコードは完璧なはずだ。誰かが勝手に修正したんじゃないのか。いや、Git 履歴見たら一目瞭然ですよ。最初から抜けてます。お前がレビューで見逃したんだろ。俺のプルリクをレビューしたのはお前だからな。いや、俺は指摘しましたよ。ヌルチェックが必要ですってコメントしたら、お前は経験不足だから分かってないって却下されたんですけど。そんなの覚えてない。証拠があるのか。ありますよ。 GitHub のレビューコメント全部残ってますから。来た。証拠の出番だ。とにかく今すぐ直してくれ。損失が増え続けてる。わかりました。30分でバグを修正した。決済システムが復旧した。よし、助かった。でも責任問題がある。明日緊急役員会議を開く。ちょっと待ってくれ。これはレビュー担当の一致の責任だ。俺のコードをレビューしたのは一致だからな。は、まだ言い訳するのか。わかりました。じゃあ明日の会議で全て説明しましょう。その夜、俺は徹夜で証拠を整理した。半年間の記録を全部まとめた。 Git コミットログ23件全部、ジラチケット23件全部、スラックでの報告履歴全部スクショ、コードレビューコメント、先輩の却下履歴、すべてをパワポにまとめた。これで完璧だ。準備万端だな。明日が楽しみだ。会議室には社長、役員、上司、先輩、そして俺がいた。では昨夜の決済システム障害について説明してくれ。これはレビュー担当の一致がバグを見逃したのが原因です。俺のコードをレビューする際に見落としがあったんです。一致、それは本当か？いいえ、違います。今から全ての証拠をお見せします。じゃあサマータイムだ。まず今回の障害の原因となったコードです。履歴を見ると先輩が2ヶ月前に実装したものです。コミットハッシュはこちら。コミット日時は2ヶ月前です。その後誰もこのファイルを修正していません。でもお前がレビューしただろ。はい、レビューしました。そしてバグを指摘しました。こちらが GitHub のレビューコメントです。ヌルチェックが必要ですとコメントしています。しかし先輩はお前は経験不足だから分かってないと却下しました。証拠きた。完璧な証拠だ。それはさらにです。私は過去半年間先輩のコードのバグを修正し続けてきました。その
の数23件です。23件。すべてのバグ修正についてコミットログがあります。こちらがその一覧です。1件目、メールチェックので先輩の実装から3ヶ月後に発見。2件目、SQ オブリンジェクション定着性先輩の実装から2ヶ月後に発見。3件目、モノリリース先輩の実装から1ヶ月後に発見。4件目から23件目まで全て同様です。23年全部バグ。先輩のコードバグの温床じさらに全てのバグについて裏チケットを作成しています。こちらがそのチケット一覧です。全て本番環境でバグ発見緊急対応という優先度で処理しています。そしてスラックでも毎回報告しています。こちらがスラックのスクリーンショットです。23回すべて開発チャンネルに報告しました。しかし先輩は一度もリアクションをしていません。既読スルーです。これは一体どういうことだ。いいや、それはイッチが勝手に修正したんだ。俺に相談もなしに。スラックで23回も報告しましたよね。全部既読スルーでしたけど。完全論破、言い逃れできない。つまりこういうことか。君はバグだらけのコードを書いていた。イッチ君が指摘しても却下し、イッチ君がこっそり修正していた。その報告も全て無視していた。そして今回大規模障害を引き起こした。その責任をイッチ君に押し付けようとした。そういうことだな。そう、それは俺は品質を守ろうと。品質を守る。君がバグを量産していたんだぞ。イッチ君がいなければもっと大きな障害が起きていたかもしれない。社長グッドで完全にイッチの味方だ。君の処分については後ほど通達する。今回の損失3000万円については君にも責任がある。イッチ君、本当にありがとう。君がいなければもっと大変なことになっていた。ありがとうございます。先輩は降格処分となったシニアエンジニアから一般エンジニアへ。給料も30%ダウン。開発プロジェクトからも外された。研修部署に移動となり基礎から勉強し直すことに。ざまあ当然の結果だな。一方俺はシニアエンジニアに昇進した。年収は122万円アップ。さらに特別ボーナスの50万円を支給された。そして健全なコードレビュー文化を作るプロジェクトのリーダーに任命された。イッチすごい大勝利じゃん。先輩はその後プライドが保てなかったのか3ヶ月後に退職した。業界での評判も広まり再就職には苦労したらしい。俺のチームはその後順調に成長した。健全なコードレビュー文化を確立し生産性は 30% 向上した。バグの発生率も大幅に減少した。証拠を残しておいて本当に良かった。最後まで読んでくれてありがとう。虫をつスカッとしたわ。証拠が完璧すぎた。イッチグッジョブ先輩様。半年間の記録が最高の武器になったな。証拠の重要性を再認識したわ。こういう先輩いる。 Git とジラとスラックが全て証拠になるの最高。 IT 業界あるあるだな。コードレビューって大事だけどこういう使い方するやつもいるんだな。イッチが冷静に証拠を集めてたのが偉い。こんな完璧な証拠見たことないわ。先輩のプライドが完全に砕かれたな。シニアエンジニアの称号が泣いてるぞ。年功序列の弊害がよくわかる話だった。健全なコードレビュー文化の構築頑張ってほしい。生産性 30% 向上ってすごいな。イッチがいなかったら会社やばかったろうな。昇進とボーナスは当然の報酬だね。また面白い話聞かせてくれよな。オツでした。このストーリー保存するは完璧なスカッと話でした。